ニコン Z マウント TT アーティザン AF17mm F1.8 エアー新発売レビュー3分の3新宿夜景。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。商店工房から借りている TT アーティザン AF17mm F1.8 エアーのレビュー最終回です。海外の YouTuber のレビューを見ていたら、建物を撮影しても歪みがないという評価がありました。そこで今回は新宿のビル群の夜景を様々な F 値で取り比べてみます。また、絞り込むと6枚の絞りバネによって6本の光場が出るはずなので確認してみます。それでは、Let's get started! 長チャンネル。新宿駅周辺は地下も地上もかなり広い範囲で工事が行われています。新宿のビル群の定番スポット、国運タワーを撮りました。左上が絞り開放 F1.8、右上が F2.8、左下が F4、右下が F8。F4 まで絞ると解像感も十分で光場も出てきます。F8 まで絞ると光量不足の暗い写真になります。国運タワーに近づいて手前のサッカーボールのような玉ドームを入れて撮ります。暗い場面なので AF が迷ってウォブリングをしています。左上が絞り開放 F1.8、右上が F2.8、左下が F4、右下が F8。F4 まで絞った時が一番解像感がいいです。光場をくっきり出したい時は F8 ですが、光量不足で暗い写真になります。長チャンネル。新宿野村ビルの前にある白く光るパビリオンを撮りました。パビリオンの中に見えている植物にもピントが合うようにしました。左上が絞り開放 F1.8、右上が F2.8、左下が F4、右下が F8。F2.8 でも十分改造しています。背景の都庁もきれいに撮れています。
青く光る都庁とその前の道路と街灯を撮りました。都庁の青く光る部分でピント合わせをしたので AF は迷いませんでした。左上が絞り開放 F1.8、右上が F2.8、左下が F4、右下が F8。F1.8 から解像感バッチリです。手前にある歩道の柵までパンフォーカスでピントが来ています。F8 はかなり暗いですが、特徴的な光場がくっきりと映っています。このレンズは円形を撮ると解像感が上がります。F8 まで絞って6本の光場をくっきり出すと印象的な写真になります。ファームアップによってピント合わせの時のウォブリングが修正されると使いやすくなると思います。小型軽量で持ち出しやすく、テーブルフォトと風景撮影に適したレンズだと思います。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。